高山登れ1208という暗号ですよね。昭和16年の12月8日、ハワイの真珠湾の攻撃をしたんですね。その時の日本海軍の攻撃の命令文なんですよね。その人たちの証言も間違いないと思います。あれですね。大きいな。3本の塔が正三角形に配置されています。当時はですね、上を空中線で結んでいるんですね。電波は塔に張られた空中線から飛ばされていました。1号棟とこれ2号棟の中心から中国大陸の東京の方に飛ぶ。1号棟と3号棟の中心から沖縄台湾南太平洋、そのように3方にきれいに通すために3本。当時の無線は大きいほど遠くへ飛ばせる仕組みでした。ここを作る頃は重機は全くないですね。手作りですからね。高さは136メーター。ここは今からおよそ100年前に作られました。当時まだ技術が確立していない鉄筋コンクリート製です。一回劣化調査してます。どれくらい傷んでるかですね。それによりますと現状のままであと100年代で動ける。すごいですね。都合200年の鉄筋コンクリートということですよ。川の玉石なんです。こういったきれいな。そしてこれを選別してまた水で洗って布で拭いてきれいにして入れた。縦の線と横の線がいっぱい入ってますね。これは何の跡かというと型枠板の跡です。それが1メーター36あります。塔の高さは136メートルですから型枠を100段積み上げました。難問は先が細くなっている塔の形。同じ型枠を積み上げたのでは細くなりません。だいたい14センチぐらいですよ、幅は。で上に行くにつれて14センチの幅では合わないようになってきますよね。ですからよく見るとあちこちにあそこに一枚ありますが狭いのが調整用に入ってるんですね。これ調整用ですね。ここ狭いでしょ。狭い、こういうのを入れていかんと14センチでは合わないと。鉄筋コンクリートの技術がまだ実験段階であったこの時代に高度な設計と丁寧な仕事がありました。
頂上は線で結ばれていた。そしてその線の端っこは中をずっと降りてきてね、あそこ。空中戦は風が大敵です。風によって切れない仕掛けがありました。それがこの重り。この重りに空中戦がつながっていました。風が吹くたびにあの重りが動くんですね。風次第での動きの遊びですよね、12メートル。遊びを作ることで空中戦に余計な力がかからない仕掛けです。この近くで生まれたタビラさん、こんなことも知っていました。ここで大きな声を出すと上に届いて抜けるまで10秒ぐらいかかる、すごいですよね。私は一回やってみましたね。おーん、子供の頃もそういった遊びもしていました。誰が一番長く響くかな。さらに私たちは子供の頃はここら辺の子供、私の年齢ぐらいの人ほとんど登ってます。登ったんですか？もう魅力的な遊び場でね。しかもこの上歩いて回られたわけね。で1枚だけ当時登って撮った写真があります。これがそうですね。ここら辺で座って撮った写真。いや、すごいですよこれ。落ちた子は一人もいませんから。もうここは空いていましたからね。おおらかな時代ですね。そうですそうです。もう今の子供は親がそんなことしたら大変です。僕らの頃は親なんてね、もう子供の遊ぶのをいちいち見定めるわけいかない。自分の仕事で忙しくてですね。ですから適当に遊んで適当にはそういった悪いことばっかりしてましたよ。私が今こういったことをしているのは、当時はそういうふうにして悪いこともしたし世話になったのでね、恩返しとボケ防止と運動にしてるんです。であそこが渡り廊下の入り口です。ここが1階があったのを埋めてるんですね。資料は残っていません。廃線と同時に資料はもう一切いろんな資料残っていませんから。ですからここから間違いなく出たのよとか言い切れないところはそこのところですね。でももう間違いないですね。ここには今旧日本海軍でじいちゃんがいたよっていうような人がたくさん見学に来ますけど、その人たちの証言も当時のことをじいちゃんがよく新高山登れしてきた丸八の話をしよったとかそういった話もありますからですね、間違いないと思います。